여러분 안녕하세요. 모고모고입니다. 今日は朝鮮時代のトイレの話をしてみたいと思います。まずは王様のトイレの事情です。朝鮮の王様は実際王様が合図を霊관に行ったら궁녀たちがメファトルという王様専用の便器を持ってきたそうですね。実際日本で公開されている映画、광해、王になった男という映画を見てみたら、最初、王がうんちがしたいという合図をしたら、궁녀がこうやって部屋にメファトルを持ってきますね。で、その後、王が用を済ましたら、궁녀たちがおめでとうございますとみんな言うんですよ。これ、できますかね。まあ、とにかく。で、その後、궁녀たちが王様のお尻を拭くためのタオルを持ってくる場面が見れますよね。王様が外にお出かけした時も、また隣の霊관にうんちがしたいとは言わなかったと思いますけど、とにかくそういった合図を出したら、また外で移動用のメファトルを持って궁녀たちが待っていました。この王様専用のメファトルというのは梅型っていう意味なんですけど、ちょっと私が調べてみたら、どうしてこういった名前なのかは2つの説がありました。まずは、王のうんちから梅の匂いがするからという説もあったんですけど、これは正直に科学的な根拠ないんですよね。朝鮮の王様のうんちから、梅の匂いが、パス。じゃあその後、容器の中に梅を含めた材料を入れて衛生を保ったという説もありました。まあ一番これが根拠があるんじゃないかなと思うんですけど、まあいろいろ説があったんですけどね。王様が使うものだから綺麗な名前を付けたでしょうね。とにかく話を戻して、王の用が終わったら、先ほど皆さん動画で見たと思いますけど、궁녀がタオルを持ってくるんですよ。そしてそれを実際持ってくるだけじゃなくて、궁녀が日本の相撲のシダバリみたいな仕事だったんですかね。そんなのをやったんです。で、その後なんですけど、そうしたら王がもう済ましたこのうんちはどうするかというと、どこた궁녀たちがそれを持ってどこかに行くんですよ。それはどこかと言ったら、老いたちですよね。この老いたちは、つまり王の医者さんじゃないんですか。この王の毎回のうんちの香りと味まで確認して、王の健康をチェックしたようです。実際この場面も先ほど言った王になった男で見れるんですけど、用を済ました王様の写真をよく見てみると、後ろの궁녀たちが王様のお尻を拭いていますよね。そして立っている궁녀が王様の弁を持って今からどこかに行きます。その場面もこうやって見れるんですけど、とても大事にしてからどこかに運びますよね。で、それが老いたちに届いて、こうやって匂いをして、そして味まで確認します。なので、こういった王様の事情とかが気になる方は、映画、광해、王になった男をぜひご覧くださいね。嫌な仕事ですよね。じゃあ、王様のトイレの事情はここまでしてて、じゃあ、宮殿内に勤務をしていてた人たちはどうしたんでしょう。この人たちももちろんトイレに行きたいはずですが、その都度、携帯用の勉強を持ってくるわけにはいかないんですよね。実際これが2021年発見されたんですよ。2021年、宮殿内で浄化システムを備えた共同トイレの跡が発見されて、今、これがニュースにも報道されて、研究家たちが研究中なんですけど、実際、水を使って、つまり、用を済ませたら、そこで溜まるんじゃなくて、その下水路でそのまま流すようなシステムが備えられてたらしいですね。で実際右の方はその要素図なんですけど、こういったトイレを使ってたと思われます。じゃあ次は朝鮮のヤンバンたちの事情を見てみましょう。ヤンバンたちはどんな感じで用を済ましたんでしょうか。ヨガンというのを使ってたんですね。このヨガンというのは簡単に言うとヤンバンたちのメファトルなんですよね。基本的にはこうやって陶器になっているのがメインで、夜中とか普段用を済ませたら下の者たちがそれを片付けてくれるシステムだったそうです。
もちろん、お金がある人はこうやって派手な予言も使ってたらしいですね。この予言の歴史は意外と長くてですね、朝鮮後期になると銅を使った予言も現れるし、実際これ最近も使ってる家庭があるんですよ。こんな感じのステンレス予言ですよね。夜中トイレとかが行きづらい、おじいちゃんおばあちゃんとかの部屋に置いたりするんですよね。こういった予言は意外と世界各国に存在するんですよ。ヨーロッパにもとても派手なコーヒーのカップみたいな感じの予言もありますし、日本も予言が発見されます。で、実際、ローマ時代では公衆トイレがあったんですけど、いつの間にかこの公衆トイレがなくなって、ヨーロッパは全部ヨガンを使うことになるんですけど、皆さん聞いたことありますか？香水の開発の理由とか、日傘も実際このうんちと関係があるって言ってますよね。理由は絵でご覧になるように、溶岩で済ました用のものをそのまま窓で流したからなんですよね。かなり中世のヨーロッパは汚かったようですよね。で、実際はこれで皆さんがハイヒールがこうやって街中に落ちているうんちを避けるために開発されたと思っている方もいるんですけど、ハイヒールは実際大昔のエジプトからあったんですよ。男たちが自分の身長を大きく見せるためのアクセサリーとしてあったんですね。実際はこうやってうんちを避けるために履いてた靴はパターンというこういったものがあったようですね。これはあくまで参考までお願いします。じゃあ一旦ここで皆さんが覚えてほしいのは、ヨーロッパの場合は予言があったんですけど、もう昔は公衆トイレがあったのにもかかわらず、中世時代からはそうやって街中に普通にうんちを捨てるがちょっと非衛生的な時代だったんですけど、朝鮮はどうだったでしょう？朝鮮の一般の人々も実際もう一人一人ヨガを持つわけにはいかないので、みんなが使う便所があったんですね。韓国語ではティッカンと言います。後にあるという意味なんですけど、なので意外と朝鮮前期には普通にトイレで用を済ましてちゃんと衛生管理ができたのがわかりますね。で、チェジュ島が最首都ですよね。韓国に一番南にある島の場合は、多分食料が足りないんですかね。家畜である豚にまで食料を与えるのができなかったんでしょう。うんちをしたら、そのまま豚が食べて、ちょっとひどい話ですが、そのうんちしたお尻も豚が舐めてくれるシステムがあったんですね。で、これ今でも、チェジュ島に行ったら、その跡が発見できます。で、面白いんですけど、沖縄にもとても似ている風習があったんですよね。で、実際にここで少し気になるのが、じゃあこうやって用を済ました後はどうやって拭いたでしょう？チェジュ島の場合は豚が舐めてくれるんですけど、普通の朝鮮内陸地方はどうだったんでしょう？最近の研究で分かったんですけど、このような縄で家族みんな、もう街中のみんなが、その上で前後動きながら吹いてたらしいですね。正直これは本当に非衛生的ですよね。昔ティッシュがあるわけじゃないから仕方ないと思うんですけど、じゃあ一旦ここで皆さんが覚えてほしいのは、じゃあなんで朝鮮はこうやって便所が発達していたんでしょうか？その理由は、朝鮮は完全農業国だったので、シビホというのを高麗の時代から中国から取り入れて使ってたんですよ。このシビホというのは、うんちを肥料として使うという農作法ですね。こうやって便所からですね、そのうんちを集めて乾燥させて、で、それを畑にまくんですね。そうしたら自然にこの肥料によって農作物の生産量が増えるということでしたね。で、実際、朝鮮前期には一旦中国から教わってもらったんですけど、使えなかったんですよ。人口が少なくて、肥料に使うぐらいのうんちがなかったということなんですよね。で、朝鮮が中期に行くほどで人口も増えるから、そろそろこのシビ法を本格的に使うことができました。そういったことによって予想通り米の生産量が増えることになります。もちろん、やっぱり、便を使っているので、体内に寄生虫が増加するという
デメリットもあったんですけど、もうそれに比べて食料が本当に増加したので、これは朝鮮の農業スキルとして愛されることになります。じゃあ、食料が増加したらどうなるんですかね。食料が増えるということも良かったんですけど、ここで一つ問題があるんですよ。あの、この農業技術発達によって、簡単に言いますけど、人があんまりいらなくなったんですね。つまり、さっきのシビホもそうなんだけど、他の農業スキルも発達によって、畑で働く人が、少人数でもできるようになったので、失業者が増えるようになるんですよ。そうしたらこの人たちは自然に都会に集まりますよね。で、結局、農業スキルの発達によって食料が増加して失業者が増えるということで、朝鮮の首都圏地方は人口が急速に増加することになります。実際、21代王4蔵の時の記録を見てみると、ハニャンに人が多すぎるという記録があるようですね。先ほど言ったように、朝鮮前期はハニャンに10万人ぐらいいたんですけど、中期後期になると20万人、急に2倍に増えてしまうんですよ。それによって住宅の問題も出てきますね。人が多いから住むお家を作らないといけないんですけど、昔は今みたいなアパート技術もなかったので、ハニャンの中が本当に複雑になってしまいますよね。で、ここで問題はやっぱりトイレなんですね。一旦当時、朝鮮は先ほど言ったように肥料として便を使うため、それを集める運賃将軍という仕事があったんですね。韓国では東장군と言うんですけど、で、ただ急に人口が増えるから、この人たちだけでは集められなくなるんですよ。もう本当に処分ができなくなりますよね。そもそもトイレも足りなかったようです。なので、朝鮮後期になると実際記録を見てみましょう。パク・セガという遺産時代の人の記録を見てみると、ハニャンのお水がしょっぱいという記録があります。ということは、人たちがトイレが足りないから、普通に川などにうんちを捨てちゃうんですよね。で、この川は実際はハニャンの人たちが飲んだり洗濯したり、とにかく生活には必ず必要な水だったのに、そこにうんちを普通に捨てるようになるんですよ。で、もう一人、パク・チウォンというとても有名な文学家なんですけど、この人の記録も見てみると、大雨で川が氾濫したら、うんちが町中のあちこちについてしまうという記録もありました。つまり氾濫したら、そのままうんちが川と一緒に町まで上がってきて、そのまま壁などにくっつくんですよね。簡単に言うと、川だけじゃなくて、結局町中がうんちだらけになるんですね。これがちょっとイメージが浮かばない方、多分今のインドの川のような状況じゃなかったのかな、私は予想しています。で、これは朝鮮だけの記録じゃなくて海外にもかなり書いています。まず、朝鮮に関する書籍を書いて有名になったランドルの話を見てみると、冬はなんとかなるけど、氷が溶ける春のうんちの匂いは私の鼻を切りたいぐらいだというぐらいね、とても臭かったんですよね。実際見てみると、結局川に流すぐらいだったので、町中が人や馬、牛のうんちだらけだったようですね。で、その後、26代王のコジョンの老いをやっていたドイツのリチャードさんは、ハニャンの町中がうんちだらけ。犬の食欲こそハニャンのうんち問題の解決策って書いていました。どういうことだと言ったら、結局、犬がこのうんちをでも食べてから処分することになるというある意味で皮肉ですよね。実際韓国にある博物館にある模型を見てみたら、当時を再現したこの人形を見てみてください。赤ちゃんがうんちをしたら、犬がそのまま来て、そのうんちを食べて、出来たてですかね。で、その後、きっと豚と同じく、お尻を舐めてあげるんですよね。で、ここでまた面白い記録あったんですけど、この時の犬のコンディションによって、コンディションって言っていいのかな、赤ちゃんの大事なところを噛んだりとかして、赤ちゃんは自分が望んでないのに霊眼になったりすることも結構あったみたいです。朝鮮末期は地上がどうなっているのか見てみましょう。まずはユン地方という
韓国の最近の国家の歌詞を作ったと思われる人なんですけど、この人の記録を見てみると、日本を見習え、情けないという記録があるんですよ。つまり、朝鮮末期でも、韓国のトイレ事情はなかなか良くならなかったんですよね。その後、朝鮮最後の革命家、キム・オッキュンにもこういった記録があります。外国人が朝鮮で一番怖いのはうんちだと言っている。そう、虎でも犯罪者でもなく、うんちが怖いというぐらい大変だったんですよね。で、それと、当時の韓国の独立新聞という韓国の新聞を見てみても、川や糸に寄生虫が多い。つまり川にうんちを捨てるから糸まで流れていきますよね。この水飲んだら病気になるということも書いています。つまり、朝鮮全体がうんちですごく大変だったということですね。もちろんこういった事情は王様の耳にも入りますよね。じゃあ、当時の王様26代王のコジョンは、便所の設置、お金がもったいない。町中にうんちしたらいけない法案だけ作って厳しく管理しろと言ったんです。つまり、共同の便所にはあんまり興味がなくて、警察または軍人などに人々を管理しろだけ言ったようですね。じゃあ、朝鮮が滅亡して、その後の韓国の事情はどうだったでしょう。最近の韓国ドラマ見てみると、アスファルトの山のところにお家が並んでるの見たことありますか？私も実際ソウル出身なんですけれども、私が子供の時に私もこういったところに住んでたんですよ。で、結局、こうやって1990年までは韓国のトイレ事情も実際良くはなかったと私は思います。戦争も終わった後にひたすら経済発展のためにそれだけ見て走ってきたせいでしょうか。個人の衛生とかまでは気が届かなかったんですよね。なので、この1990年までは実際この先ほど言ったドンジャン軍がウンチ将軍ですよね。実際このウンチ将軍がいて、あちこち回って、便を回収する仕事をやってました。で、また面白かったんですけど、私の記憶なんですけど、私が子供の時、幼稚園か小学校の低学年の時にトイレ行ったら、ティッシュよりは、こうやってカレンダーとか新聞などで、拭いた覚えがあります。ティッシュが高いという理由もあったかもしれませんが、もったいない精神がちょっとまだあったので、これを捨てるよりは、こうやって便を拭く時に使うことになりましたね。私は現在日本に住んでいるんですけど、私が初めて日本に来た時にすっごく驚いた記憶をまだ持っているんですよ。もちろん日本の先進国というところでいろいろびっくりしたんですけど、その中で本当にびっくりしたのがトイレなんですよね。日本のトイレは本当に世界一ですよ。もちろん他にも世界一多いんですけど、トイレだけは多分世界どこにも負けないと思いますよ。私結構トイレにうるさい方なんですよ、実際は。韓国で生まれて育てられたんですけど、トイレには厳しくて、自分のお家じゃないとトイレ行かないぐらいだったんですけど、日本に来たら、コンビニのトイレでも寝れると思いました。もう寝てもいいぐらいですよね。こんな綺麗なトイレないんですよね。もともとトイレ掃除をきれいにやるっていうのもあると思いますが、トイレをきれいに使うという日本人のこの先進国らしい素晴らしい国民精神といいますかね、感動した覚えがあります。最近の韓国なんですけど、この動画を今ご覧になっている方々の中で、ちょっと1990年代あたりに韓国で遊びに行ってた方、ちょっとトイレに良くない思いしたことあると思いますけど、韓国も1999年から韓国のトイレ協会の設置したんですよ。こういった便器の形をしている建物なんですけど、つまり2000年ぐらいから、20年ぐらい過ぎてるんですかね。かなりトイレに力を入れて、トイレに力を入れるっておかしい表現なんですけど、トイレを清潔にするためにいろいろ努力をやっているんですね。最近韓国に行ってた方わかると思いますけど、トイレが以前に比べてかなり綺麗になっているのが、ある意味ではとてもいいことですよね。韓国のトイレはものすごく進化中なので、今からも楽しみに、そして応援もお願いしますね。じゃあ今日はここまでです。
일단私もいろいろ朝鮮に関するのを調べた途中で、こういったうんち事情というのも分かってからですね、これをちょっと皆さんに紹介したくて持ってきました。今日はごめんなさい、もうずっとうんちとか便とか汚いことばかり言って、ただもうドラマとかではあんまり表現できないような事情だったので、こういったのも分かれば、ドラマが楽しくなるとは言えませんけど、実際は、参考まではなるんじゃないかなと思って作ってみました。今日も聞いてくれて、ちんちゃちんちゃ고마워요。 여러분、また新しいテーマで伺います。고마워요。 안녕。